皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1157日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1170名、戦車9両、装甲戦闘車3両、砲72門、多連装ロケット3両、防空システム3機、ドローン119機、巡航ミサイル48発、その他車両151両、となっています。戦線全体では168回の地上戦の報告がありました。ロシアはウクライナ全土に向け様々なタイプのミサイル、ドローンを使った過去最大規模の無差別攻撃を行い、そのうち首都キーウでは北朝鮮の KN-23 弾道ミサイルを使った攻撃で子供6人と妊婦1人を含む12人が死亡、90人以上が負傷し、被害は時間とともに増加しています。これに対しトランプ大統領は自身の SNS でおそらくプーチン大統領に向けやめろウラジミール。タイミングが悪すぎだと書きましたが、ゼレンスキー大統領もプーチン大統領も名前がウラジミールであるため、直接の名指しを避け、ロシアに弱腰の姿勢が見られます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナではアメリカの和平協議は意味がないとの認識が広がる中、ビルド紙がウクライナ政府筋の話としてアメリカの支援がない場合のシナリオを策定していると報じました。匿名を条件に当局者が語ったところでは、和平案の内容やトランプ政権がロシアに融和的で圧力と制裁強化に消極的なことから、ウクライナ指導部の失望が高まっているとのことです。当局者は単なる交渉戦術だと思っていたが、市民に対する残虐な攻撃に対してトランプ政権は何も表明すらしない。これからどのような和平案が出てきても国民は反対するだろうと付け加えました。また、イギリスのボリス・ジョンソン元首相はアメリカの提示した和平案は侵略者に対する報酬だとしてその内容を批判しました。同氏はトランプ大統領の戦争終結の取り組みを声高に支持していましたが、考えを変えたようです。ジョンソン元首相は、この提案で、侵略者は領土を獲得し、ウクライナの NATO 加盟を阻止し、ロシアの制裁解除を可能にした。一方、ウクライナはというと、世界中の自由と民主主義のため、残忍な侵略に対し、3年間も英雄的に行動したのに、一体何を得たのだろうか？鉱物資源を共有することだけか？と疑問を呈しました。これに対し、NATO のルッテ事務局長は、ロシアの主張で、ウクライナに和平を迫らないよう説得し、EU のフォンデアライエン委員長は、ローマ法王の葬儀で話をすると言っていますが、一方、ゼレンスキー大統領は、ロシアがウクライナと協議する意思があるということは大きな妥協だと述べました。2番目。ロシア政府は支出を削減し、緊縮財政へ移行することになりました。ミシュスチン首相は予算リスクに特に注意を払うと述べ、シアルノフ財務大臣は輸出収入が減少し、経費を調整する必要がある。もっと控えめにしなければならないと述べました。ロイターによると、4月のロシア政府の収入は前年比 22% の減少で、財務省は枯渇しつつある国民福祉基金の売却を毎日実施し、不足分を補い始めたと伝えています。アルファ銀行のチーフエコノミストは、決定はかなり容易でないだろうと指摘し、カーネギー財団のプロコペンコ研究員も、
ロシア政府の収入に3兆ルーブルの穴が開き、かなりの支出削減を迫られると警告したほか、ブルームバーグのロシア担当エコノミストは、ルーブルを1ドル120ルーブルに切り下げれば回復の可能性があるが、その場合、インフレは加速するだろうと、問題解決が難しいことを指摘しました。3番目。ロシアでは、主食となるジャガイモの値段が3倍以上に跳ね上がり、パニックになっています。今月のジャガイモの値段は1キロ 42.4 ルーブルで、1年前は 11.4 ルーブルだったとのことです。ロシアジャガイモ連合によると、ジャガイモの消費量は800万トンで、政府はジャガイモの輸入を倍増させるとしていますが、焼け石に水となっています。その理由は、作付け面積が縮小していること、天候が不安定で収穫が減少したこと、カザフスタンでジャガイモ禁輸措置が取られていることが影響しているとのことで、状況は少なくとも今年の収穫まで改善しないと考えられます。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案からルジアンやルシアン軍など YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイから、クルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は晴れ。最高気温27度、最低気温12度。今日の天気予報も晴れで、週末はウクライナ全土で雨の予報となっています。この方面で、ルジアンはクルスク方面で26回の地上攻撃と20回の空爆、ハルキウ方面では4回攻撃を行いました。クルスク方面。この方面で、ルジアンは損害を出しながらゆっくりと前進し、奪還を進め、国境で止まらずウクライナ領にも侵攻しています。1番目。ウクライナ側のロクニャでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンがバシフカから攻撃を仕掛け、ウクライナ軍が砲撃とドローンで応戦しています。こちらはウクライナ側の映像で、一人のルジアンが地面に召されて、ゆっくりとお休みになるところの映像となっています。戦況図では、この場所まで 2.5 キロ係争地が拡大したとして更新しました。2番目。また、ここ連日お伝えしているゴルナルでは、ルジアンが修道院から西に前進しています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第22連隊のもので、ルジアンの小規模な部隊が地図の場所を前進している様子を指揮所から観察しているところの一部となっています。映像では、ウクライナ軍から特に反撃などはなく、目標地点に到達したところで映像が終了しています。戦況図では、この場所まで400メートルの範囲で、ウクライナ軍の占領地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。それ以外のベルゴロド、ハルキウ方面では、ルシアン軍の攻撃は成果がなく、戦況図に変更のある情報はありませんでした。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では地上戦の報告がなく、スバトベクレミンナ戦は20回、シベルスク周辺では12回、チャシフヤール方面で1回、トレツクの方向で25回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では地上戦の報告はなく、ウクライナ軍の第14機械化旅団のサムリガ報道官は陸軍テレビに登場し、敵はバギー、オートバイを使って攻撃を仕掛けようとしたが、我が軍から強烈な打撃を受け、ここ数日間麻痺状態にある。昨日は敵のガソリンタンクを精密射撃で命中させ、
敵は全滅したと述べ、ここ数日の安定化措置が走行していると報告しました。スバトベ・クレミンナ戦。この方面でも、戦況図に変更のある情報はありませんが、クレミンナの F 北西にあるノベでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンの陣地に森の妖精が現れ、滝のような熱々の粉を振りまいていきました。ご覧いただいているのは、おそらくウクライナ側のもので、地図の森林の様子となっています。この場所が、ルジアンの最前線となっていることがわかります。戦況図に変更はありません。シベルスク周辺。この方面では、2つの攻撃軸で、ルジアンが様々な攻撃方法を組み合わせて前進を試み、ウクライナ軍の防衛を試しました。1番目。そのうち、ビロホリフカの鉱山の南西3キロの地点にある地図の森林では、ルシアン軍が機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のシグナムグループのもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃により、ルシアン軍は BTR 装甲戦闘車3両を失い、2両は損傷しました。この付近のルシアン軍は、今月激しい攻勢を仕掛け、一時、ウクライナ軍の撃退地点が、ビロホリフカの西側まで差し込まれましたが、今では撃退地点が早くなりました。戦況図では、この付近の係争地を縮小させ、ウクライナ軍の支配地が拡大したとして更新しました。2番目。また、ベルホノカミアンスケの北の池の付近でも、ルジアンは装甲車と歩兵による攻撃を仕掛けましたが、この攻撃もウクライナ軍によって撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の K2 大隊のものとなっています。こちらは、戦況図に変更はありません。トレツク方面。この方面で、ルジアンは、コンスタンチノフカに向けて、市街地と側面の両方から突破を試みていますが、市街地では、前進が停止して苦戦し、郊外に活路を求めています。1番目。市街地南の住宅地では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が住宅地の西側に陣地を築き、ルジアンが破壊しようとしています。ご覧いただいているのは、ルジアン側の撮影したもので、地図の場所で、ルジアンがウクライナ軍陣地に近づき、何かを投げ入れましたが、思ったところには届かず、後ろ髪を引かれながらも、その場から逃げている様子となっています。その他の砲撃位置から考えて、戦況図では、この住宅地の橋の街区は、ウクライナ軍が再度奪還したとして更新しました。2番目。レオディニフカでは、位置情報付きの映像によると、集落内で接近戦となっていて、ウクライナ軍がルジアンを掃討作戦で排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のドネツク国家警備隊のもので、地図の場所で陣地から出て、外の様子を伺っている様子となっています。この場所は、係争地としていて、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で56回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で15回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、ポクロフスクから離れた郊外で攻勢を仕掛けています。1番目。未確認の情報では、ルシアン軍はカリノベを占領し、スタロミコライフカに砲撃を行っている情報がありますが、こちらは確認が取れれば再度戦況図を更新します。2番目。その北西で連日お伝えしているタラシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落全体の占領を目指して攻撃を仕掛けているほか、この付近のウクライナ軍陣地の突破を目指している模様で、ウクライナ軍も反撃を行い、激戦となっています。ご覧いただいているのは、
ルシアン軍の第255自動車化ライフル連隊のもので、ウクライナ軍の M113 装甲戦闘車が池のほとりに前進し、その後歩兵が展開している様子となっています。3番目。また、その西にあるボディアーネドルヘにも、ルシアン軍が攻撃を仕掛けている情報があります。こちらは、ウクライナ軍の第117機械化旅団のもので、地図の場所でドローンが観察しているところとなっています。その他の情報も考慮して、戦況図では、タラシフカからボディアーネドルヘのウクライナ軍の奪還地を係争地に更新しました。4番目。西側正面のザポリージャ村からボホダニフカにかけての郊外では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が機械化攻撃を仕掛けました。ご覧いただいているのは、おそらくウクライナ側のもので、地図の場所で前進している T90 の様子ですが、戦車の上に乗っているはずの突撃兵はすでになく、コントロールも失っていて、ただまっすぐ走っている様子となっています。戦況図に変更はありません。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは5回攻撃を行いましたが、戦況図に変更のある情報はありませんでした。その他、明日葬儀が行われるローマ法王のフランシスコ教皇は、生前ウクライナに資金提供していたことが判明しました。ウクライナのジャーナリストのジンチェンコ氏によると、教皇は、現在、シベルスクからトレツク方面に配置されている第93機械化旅団のシグナムチームに、戦闘用ドローン購入の寄付を行っていたとのことです。教皇は、名前を明かさないという条件で、多額の寄付を行い、部隊ではシークレットサンタと呼ばれていたと伝えられています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。